皆さんこんにちは。新名秀彦です。今日は余命宣告を受けた時の心境についてお話をさせてもらおうかなと思っています。皆さん余命宣告を受ける時どんなシチュエーションで話をされるイメージがあるでしょうか。僕は病院から電話がかかってきて家族を連れてきてくださいということで診察室でその旨を伝えられる、そんなイメージがあったんですけども、テレビのね、見過ぎというか影響を受けすぎているのかもしれませんが、少なくとも家族同席のもとで言われるのかなと思っていたんですが、実際には全然そんなことなくて、僕は原発が大腸で、それから3年ぐらい経った時には膵臓や肝臓、十二指腸、小腸だとか腹膜播種とかをしてもう全身にがんが広がっている状態で、当時フォルフォックスという抗がん剤を何回か打ってる時でした。自分の思いとしてはこのフォルフォックスを抗がん剤をやめたいという話をしていた時で、先生に言われたのはこの抗がん剤をやめたら半年は持たないと思うよというお話でした。でそれを打つことによって半年もしくは1年命をつなぐことができるかもしれないと。だけども打たないんだったら半年持たないと思うよというような話をされました。僕はその時にね、ということはどっちにしても治らない、いずれは死ぬということですかということをストレートに聞いたんですけども、先生もそうですということで思った以上にさらっと言われたというか、さりげなく先生言ったなというぐらいの感じでスルッときました。なので、全くねテレビで見てたものというか自分が想像したものとは違って、ショックを受けたりだとか、固まって呆然とするとかそういったことは一切なく、どちらかといえば無の心境で聞いてたなというような感覚がありました。もちろん理由がありまして、それにはですね、正直言うとこの後どのぐらい命が持つのかうんぬんっていうことに関してはその時はもう今更といえば今更という感覚を持っていました。というのも最初に大腸がんが見つかってから2年半後に膵臓転移が見つかって、もうそこからは数ヶ月で一気だったんですよね。一気に全身にもう肝臓だなんだと広がって、自分が想像していないスピードで広がっていったので、その状況っていうのは理解していましたし、何よりも自分の感覚で、これはこのままじゃ持たないなと、ちょっともう危険水域まで来てるな、危ないなっていう感覚っていうのは自分で持っていました。やっぱり自分の体なので、そういった感覚っていうのが分かってくるのかな。多分この動画を見られてる方でそういう経験、同じような経験をされてる方っていうのはいると思うんですけども、不思議とそういう感覚って出てくるんですよね。なのでこの時っていうのはもうほとんど心が揺れることはなかったですし、それを聞いた時っていうのはやっぱりそうだよねという感覚はありました。自分にとって運が良かったなって思うのは、初めてがんが見つかった時に余命云々というような状況ではなかったので、どんどん転移をしていく中で覚悟をしていったんだと思うので、それほどね大きなショックというか呆然とするようなことはなかったのかなというふうに思ってます。もちろん自分の死云々というものを考えたら怖いですし恐ろしいものはあるんですけどね、どっかで腹をくくってた自分がいたのかなと思います。ただ言われた時っていうのはそういう感覚だったんですけども、時間のね、経過とともにだんだんと自分の心に突き刺さってくるというか、帰りの道中どうやって家族に伝えようかなって悩んだりもしましたし、夜ね一人になってからその感覚っていうのがふつふつと湧いてきて恐怖に駆られたっていうのがありました。でこの時の何て言うんだろうな、空気が凛とした感覚というか、もう全身が敏感になって何かを感じているというか、あの感覚っていうのは多分一生忘れないかなって思ってます。おかげさまであれから3年経ってまして、その間ね小脳に転移したりだとか、転移ではない新しいがんが見つかったとか、胆管炎になったとか、いろいろな理由で出たり入ったりを繰り返してはいるんですけども、徐々にね体力がついてきて、本当に寝たきり生活、今日一日生きてたっていうところから考えれば随分元気になってこれたのかなというふうに思ってます。
これからは経験もお話しさせてもらいながらも、どんどん元気になっていく姿をお伝えできればいいかなと、少しでもそういうね状況だった人間もここまで元気になってるんだなというようなものが少しでも伝われば嬉しいなと思って、これからも動画を上げていきたいなと思いますので、また次回もねご覧いただけると嬉しいなと思います。ということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。それではまた。